おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。新シーズンが開幕し今回実装されたのが新マップベネピア。久々の市街地マップでほぼ全域に建物が点在。森王朝やエジプト回路と違う点は大通りに当たる部分のほとんどが水路で構成。水中では姿を隠せるほか深い場所では音を消したまま長距離の移動も。ただし投資アイテムを持っている相手に対しては逆に的になるため、近くの敵の動きには注意したい。そして屋外でも細かい高低差や遮蔽物が各所にあるため、従来の市街地とは違った戦闘が繰り広げられる。建物の数や高低差と遮蔽物の多さから従来の市街地マップよりも、縦移動を持つキャラや遠隔操作キャラが強いかなといった印象。しかし建物の数自体は多いが広場や建物の間隔が広いエリアも存在するため、エリア次第で屋外を抑える優位性もしっかりある。そのため射撃キャラや超リーチキャラにもしっかり活躍の場がある構成のマップとなっている。また屋内への攻撃能力を持つキャラも力を発揮しやすい。他にもマップ中央付近にあるリストランテをはじめ、原作で見慣れた様々なロケーションでの戦闘が楽しめる。それでは本編行ってみよう。今回の動画はペア戦のディアボロ、相方はジョルノだよ。前回のコロッセオ実装から丸1年経過し今年も新マップが実装。このゲームのマップは5種類の森王朝からスタートし、エジプト回路、農場、コロッセオと追加されていった。そして今回のベネチアは回路実装から実に4年ちょっとぶりの市街地マップとなる。それまでほぼ全域が屋外線の農場にほぼ全域が強所線のコロッセオと続いていたため、比較的どのキャラでも活躍の場がある市街地の新マップを望んでいたプレイヤーもそれなりにいるのではないだろうか。ベネチアを初日に遊んでみた感想としては、まず建物が点在するため物資が豊富で初動に体勢を整えやすい。そして動画冒頭に話したように建物は多いがエリアによっては建物同士の間隔が広い。そのため終盤に屋外の比率が多いエリアになる場合もあり、そういった際は超リーチキャラや射撃キャラが有利な盤面となる。そして従来の市街地と違う点は水路や高低差の多さ。水路は足音を消しながらの長距離の移動が可能で、後半戦は水中に潜みながら隠密や待ち伏せといった使い方もできる。そういったことから屋外線が苦手なキャラもエリアが広いうちはただ一方的に攻撃されやすいだけではなく、高低差や水路を駆使して苦手なキャラの攻撃を逃れることも可能。ただし潜り続ければ当然 O2 ゲージを消費し尽きればダメージを受けるため、水中の段差を利用してしっかりゲージの管理をしていきたい。さて開幕アルティメット解放分のチップは確保できた。終盤このままでも戦えないことはないので体力の温存をしながらチャンスを待とう。来た。無駄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 。よくやったぞ。丈太郎が飛び込んできたが相方が素早く撃破してくれた。これで相方分のチップも確保できたが他のペアに見つかったので場所を変えた方がいいな。なんとか他のペアの攻撃を振り切り後半戦まで体力を温存しよう。さて攻撃音から確認できるのはミスター、フーゴ、光一くんあたりか。とにかくエピタフの余地を確認しながら手早く有利ポジションの確保をしていこう。おっとフーゴに存在がバレたな。ここは水路を経由して目標地点に行こう。この残り人数と戦闘音から言って他のペアはみんな地上にいるはずだ。よし正面の戦闘音も距離が遠い。そこの建物を押さえてしまえばこちらが格段に有利になる。おっと建物の確保を急いだ方がいいな。屋内をとってもフーゴのウイルスを食らわないよう立ち位置に注意だ。光一くんの遠隔操作も警戒しているが下手に動かなければ外のペアの攻撃を優先してくれそうだ。しかし最後の最後まで気を抜かずに守りを固めよう。お、外でストリやられたな。状況的に見てやられたのは光一くんか。さあエリアはこちら側に寄っているしあとは狭くなるほど有利だ。あと少しで全て型につく。くそまずいぞ。いいぞ、狙いは下のペアだった。邪魔だ、どけクリムゾン。残り一人か。ジョルノ・ジョバーナ。必ずやる。逃がさない。無駄だ。お前はこの俺のためにも。僕の行く手を阻む者には容赦はしない。残りのプレイヤー同士がぶつかったタイミングで時を飛ばし、最後の一人を二人で叩いて勝利。
ディメンション直後の追撃は壁を登って逃げられてしまったが上にいた相方がしっかり仕留めてくれた。こちらの動きに合わせてくれて要所でしっかり相手を撃破してくれた相方に感謝。それでは次の対戦行ってみよう。今度の相方はフーゴだよ。ディアボロの前回のシーズン戦績はソロ戦11位、ペア戦22位。前半よりもやや順位が落ちているが勝率の数字自体は微増しており、使用率もまた微増もしくは維持している。前回のシーズン後半にはエピタフの発動時間が前世紀の20秒に戻り立ち回りやすくなったが、戦績自体にあまり大きな影響は出なかった模様。今シーズン実装されたベネティアでのディアボロはエピタフによって予知したエリアに移動する際、遮蔽物の多さや水路による移動ルートによって安全に移動できるため立ち回りがしやすい。戦闘面では従来通り接近戦に持ち込みバニシングで相手の死角を取って殴りに行ければいいのだが、ベネティアは細かい障害物や段差が多く、地形次第ではバニシングの本領を発揮できない場面が結構あるので注意が必要。また対面有利な相手を見つけて正面から仕掛けようとしても、点在する建物や水路を使って逃げられてしまうことも結構ある。戦闘が長引けばそれだけ横槍を入れられやすくなるためリスクが大きい。仕掛ける際は地形を使って存在を感知されぬよう距離を詰めたり、奇襲をメインに狙っていくのがいいかもしれない。エピタフを使った立ち回りやすさは明確な強みなので、常に手早くポジションを確保しながら有利な状況を作っていきたい。とは言っても今回確保できたチップは少なくエピタフもなし。道中仕掛けられるいいタイミングの相手もいなかった。なので自前でマップを注視して少しでも早いポジション確保を意識。人数が多くチップの確保が狙えないマッチングではとにもかくにも温存した体力で優位を取れるかが勝負だ。今回は人数が多くそれなりに交戦しているので後半に残ったプレイヤーは消耗が激しくなるはずだ。さて残り人数9で確認できているのはジョセフ、ロハン先生、ホルホース、川尻、あとはブチャラティとフーゴのペアだな。隠れられる場所が多いマップなのでどのキャラがペアなのか確認しづらいのが難儀だな。今回アルティメット解放分のチップが足りていないので終盤までになんとかしたいが、この残り人数で闇雲に仕掛けても横槍が入るだけだ。消耗しているのが明らかだったり交戦を始めて誰かダウンし始めたあたりが狙い目だ。おっと2人脱落したな。そろそろ狙い目か。こいつは残念逃したか。外に飛び出すのは危険なので一旦様子見に戻ろう。まだ外にロハン先生が残っているのでは名の設置場所には気をつけよう。エリアもだいぶ狭くなってきたので外のプレイヤー同士の戦闘が激しくなるはずだ。おっと単独がやられて残ったジョセフとロハン先生はおそらくペアだな。ブチャラティとフーゴのペアと接触した段階で横槍を入れに行きたいところだが。しまったとうとうこちらを狙い出したか。しかし落ち着け、もうエリアの縮小は進んでいるので必ず下のペア同士が接触する。もう遠隔操作を仕掛ける暇はないだろう。よし残りのペアが接触した。今しかない。やるしかない。今からだとおそらく逃げられない。射程内に入った。行くぞ。ぶっ飛ばす。よくやったぞ。お前は手柄を立てたのだ。キングクリムゾン。彼以外の全ての時間は消し飛ぶ。時は再び刻み始める。許さねえ。誰一人生かしては返さん。なんだと。確実に消え去ってもらう。今度こそは逃がしはしない。くらえ。くそ。待てだ。ダメだ。バカな。パワーがみなぎってくる。お前の任務これにて終了だな。終盤ギリギリ確保したチップで時間をぶっ飛ばしまず1人目をダウン。残ったブチャラティも下から攻撃して地上に下ろしたところを浮上直後に叩いて勝利。後半までにチップの確保ができず終盤かなり苦しい状況になったがなんとか激戦を制すことができた。苦しい状況下でチップを確保して最後の決め手につなげてくれた相方に感謝。それではご視聴ありがとうございました。